どうも、今日もゲームの世界へようこそ。ゲーム紹介担当のかやもりと、お供のずんだもんなのだ。有名タイトルも良いですが、たまには一風変わったシステムの名作に触れたくありませんか？いつも同じようなゲームばかりだとちょっと刺激が足りなくなってくるのだ。そこで今回は、独自のアイデアや尖ったシステムが光る隠れた傑作を14本紹介します。爽快なアクションから頭を悩ませるパズル、カフェは平手っちバトルまで幅広く集めました。平手打ちって何なのか気になるけど、普通のゲームにはない体験を楽しみ尽くすのだ。それでは早速見ていきましょう。大航海時代のアマンを追い求め、戦闘ではなく発展で世界を解き明かすサグレス 60% オフの920円。1月12日まで。本作は15世紀の大海原を舞台に、行方不明の父親を探して世界中を航海するシミュレーションです。船を操って未開の地へ赴き、都市を発展したり遺跡を調査したりして名声を高めます。特筆すべきは、海賊や怪物との戦闘がじゃんけんや会話で解決される平和的なシステムです。海に出るなら海賊王になりたいから、大砲をドカンと撃って敵戦を沈めたいのだ。残念ながら大砲は撃ちませんが、代わりに情報と交易品を武器に世界と渡り合います。各地の言語を学ばないと現地の情報が得られないため、船員の雇用や育成が重要になります。言葉が通じないと宝の場所も聞けないから、賢い仲間を集めて僕の代わりに喋らせるのだ。世界中に散らばる史跡や秘宝を見つけ出し、博物館に報告してお金を稼ぐのが基本的な流れです。呼吸と積載量のバランスに悩みつつ、少しずつ地図が埋まっていく達成感は格別です。血生臭い戦いよりも、未知の世界を旅するワクワク感を重視したい方におすすめです。僕は世界中の美味しいものを食べ歩いて、最強のグルメ王として名を残すのだ。人類を支配する冷酷な AI となり、愚かな人間どもを資源として管理するデスポティズム3系 75% オフの287円。1月12日まで。本作は AI に支配された未来世界で、人間を電力源として酷使するリソース管理主です。プレイヤーは支配者 AI となり、人間たちを回し車で走らせたり繁殖させたりしてエネルギーを得ます。食料や電力が尽きるとゲームオーバーになるため、効率的に人間を使い潰す非常な判断が求められます。ドット絵のコミカルな見た目とは裏腹に、ブラックユーモア全体の過激なテキストが魅力です。僕も働きたくないから AI に全部任せて毎日ゴロゴロして暮らしたいのだ。残念ながらこのゲームでは、サボ即っていると AI の巨大なアームによって即座に処分されます。プレイヤー自身がその AI となり、サボる人間をつまみ上げて強制労働させる立場なのです。それなら話は別なのだ。僕のために人間たちを休まず働かせて世界征服を成し遂げるのだ。時にはランダムイベントが発生し、人間を実験台にするか餌にするかといった選択を迫られます。ローグライク要素もあり、何度も失敗しながら効率的な人の減らし方を学ぶことになります。倫理観を捨て去り、悪の支配者としてのロールプレイを楽しみたい方におすすめです。人間が足りなくなったら僕のクローンを作って無限に電気を生み出せばいいのだ。ドット絵のダンジョンに潜り、群がるモンスターをなぎ倒して突き進むハンマーウォッチ 84% オフの220円。1月12日まで。本作は王道ファンタジーの世界観を持つ見下ろし型のアクション RPG です。キャッスルハマーウォッチの頂上を目指し、大量に出現する敵を剣や魔法で蹴散らします。パラディンやイザードなど特徴の異なるクラスを選び、スキルを習得して強化していきます。シンプルながら奥深い操作性と隠し部屋を探す探索要素が融合した堅実な作りが強みです。難しいことは考えずにボタンを連打して敵をバッタバッタと倒しまくりたいのだ。その爽快感を味わうためにも、クラスごとの特性を理解した立ち回りが重要になります。近接攻撃で敵の群れに突っ込むか、遠距離から安全に処理するかでプレイ感が大きく変わります。僕は魔法使いになって遠くからドカーンと爆発させて安全に英雄になるのだ。最大4人までのローカル協力プレイに対応しており、役割分担をして攻略するのが本作の醍醐味です。一度死ぬと終わりのモードなどもあり、やり込み派も満足できるボリュームを備えています。昔ながらのアーケードゲームのような手触りの良いアクションを友人と楽しみたい方におすすめです。みんなでワイワイ騒ぎながら誰が一番活躍したか競い合うのが絶対に楽しいのだ。重力の法則が崩壊した無限空間で幾何学的な滅球の謎を解き明かすマニフォールドガーデン 60% オフの880円。1月13日まで。本作は死者の騙し絵のような世界を探索する一人称視点のパズルゲームです。上下左右の概念が存在しない空間で、重力の方向を自由に変えながら先へ進みます。壁だと思っていた場所を床に変え、天井を歩いて障害物を越える発想の転換が求められます。無限に繰り返される建築美と環境音が織りなす幻想的な没入感が最大の魅力です。あっちに行ってもこっちに行っても同じ景色で目が回って迷子になっちゃうのだ。実はこの世界はループしており、足場から落下しても天井から戻ってくる不思議な構造です。その落下すらも移動手段として利用し、遥か彼方の足場へ飛び移るダイナミックな解放も存在します。落ちても死なないなら安心なのだ。重力をぐるぐる変えて天井を走り回って遊ぶのだ。パズルの難易度は徐々に上がりますが、美しいビジュアルのおかげでストレスを感じにくい設定です。言葉による説明は一切なく、視覚と直感だけで世界の断りを理解していきます。現実離れした空間に身を委ね、アート作品の中を散歩するような体験をしたい方におすすめです。
僕も不思議な庭を作って遊びに来たみんなを迷わせていたずらしてやるのだ。変幻自在の保護色で敵の目を欺き、極秘任務を遂行するエージェントとなるスパイカメレオン。50% オフの400円。1月12日まで本作はカメレオンのスパイとなり、警備ロボットや監視カメラの死角を抜けるステルスアクションです。最大の特徴は体の色を変える能力で、赤、緑、青、黄の4色を使い分けます。床の色に合わせて同化すれば敵に見つからないため、瞬時の判断で色を切り替えて進みます。1ステージが短くテンポが良い反面、タイムアタックや収集要素などのやり込みも充実しています。忍者のように透明になって誰にも気づかれずにおやつを盗み食いしたいのだ。残念ながら透明に離れませんが、背景に溶け込むことで実質的に敵の目をごまかせます。動くライトや巡回する敵のタイミングを見計らい、ささっと色を変えて移動する緊張感が味わえます。赤のカーペットなら赤に変身して誰かが来る前にささっと駆け抜けるのだ。後半のステージでは複数のギミックが組み合わさり、パズルのような思考と反射神経の両方が試されます。失敗しても即座にリトライできるため、何度も挑戦して最適解を見つける過程が楽しめます。手軽にスパイ気分を味わいつつ、アーケードライクなスコアアタックに燃えたい方におすすめです。僕の変装テクニックにかかればどんなに厳重な警備もザルのようなものなのだ。高貴なる淑女たちの戦いは言葉ではなくビンタによって決着する。バラと椿おぼうか絢爛版。 60% オフの660円。1月12日まで本作は大正時代の家族を舞台に女たちの権力闘争を描くおビンタバトルアクションです。相手の方を張り飛ばし、相手のビンタをスウェーで華麗に避けます。庶民出身の主人公となり、立ちはだかる性悪な淑女たちを実力行使で屈服させます。一見馬鹿げに見えますが、相手の隙を見切ってカウンターを決める格闘ゲームのような駆け引きが熱いです。ムカつく相手を思いっきりひっぱたいて僕の方が偉いってことを分からしたいのだ。そのストレス解消願望を満たすために、本作ではジョイコンの加速度センサーが火を吹きます。手首のスナップを効かせて振り抜くことで、画面内のビンタの威力も爽快感も倍増します。シュッと避けてバチンと叩く僕の鋭いビンタで全員ひれ伏させてやるのだ。ターン制の攻防になっており、制限時間内にどれだけ正確にビンタを叩き込めるかが勝負の鍵です。勝利後には負けた相手を見下ろす演出もあり、昼ドラのようなドロドロとした展開も楽しめます。日頃の鬱憤を晴らしつつ、優が勝つ野蛮な決闘の世界に浸りたい方におすすめです。僕も今日からお嬢様になって気に入らないやつはおビンタで教育してやるのだ。地中海に浮かぶ美しい島で、小さな少女が自然を守るための大きな一歩を踏み出すアルバワイルドライフアドベンチャー。 60% オフの871円。1月12日まで本作は祖父母の住む島で夏休みを過ごす少女アルバとなり、環境保護活動を行うアドベンチャーです。島のリゾート開発計画を止めるため、署名を集めたり、傷ついた野生動物を助けたりします。スマホアプリで動物の写真を撮って図鑑を埋めたり、散らばったゴミを片付けるのが主な活動です。絵本のように温かいグラフィックと波の音や鳥のさえずりが心地よい癒しの空間が広がります。夏休みはずっと遊んでいたいから難しいことはやめて虫取り網を持って走り回るのだ。まさにその好奇心こそが世界を救います。珍しい動物を見つけて撮影することが島の魅力を伝える武器になるのです。困っているイルカを助けたり、壊れた橋を直したりする小さな善行がやがて島民の心を動かしていきます。僕が撮った可愛い動物の写真を見せてみんなにこの島の良さを自慢して回るのだ。暴力的な要素は一切なく、子供から大人まで安心して楽しめる優しい物語が展開されます。クリア後には少し優しい気持ちになれる心温まる夏休みの追体験をしたい方におすすめです。僕もこの島に別荘を建てて毎日アイスを食べながら動物たちと暮らすのだ。魔王としてアパートを経営し、家賃を払う住人たちと共に勇者を撃退するメゾンド魔王。 65% オフの300円。1月12日まで本作は魔王となってボロアパートを経営しながら攻めてくる勇者軍と戦ったワーディフェンスです。アパートの部屋にモンスターを住まわせ、家賃を徴収しつつ襲撃があれば彼らに戦ってもらいます。家具を買い与えて住人の満足度を上げると能力が強化されたり、恋人ができて子供が生まれたりします。アパート経営シミュレーションと防衛ゲームが見事に融合した中毒性の高いシステムが傑作です。家賃をがっぽり稼いで大金持ちになって僕は指一本動かさずに暮らしたいのだ。安定した不労所得を得るには住人の生活サイクルや性格を把握してマネジメントする必要があります。家賃を上げすぎると滞納して夜逃げされたり、不満が溜まって戦ってくれなくなることもあります。文句を言うやつは追い出して僕のために命がけで戦う強いモンスターだけ済ませるのだ。しかし種族ごとの相性や昼型、夜型の活動時間を考慮しないと防衛ラインはすぐに崩壊します。手塩にかけて育てた住人が勇者に倒される悲しみを乗り越え、魔王としての威厳を守り抜きます。モンスターたちの生活感を眺めるのが好きで、ちまちまとした育成を楽しみたい方におすすめです。最強の軍団を作って勇者を返り討ちにして世界で一番安全で高いアパートにするのだ。可愛らしい見た目に隠された真実を暴くため、天才少女探偵が田舎町の謎に挑むジェニール・クルディテクティブ。 80% オフの499円。1月13日まで本作は作家が書く小説の登場人物となり、殺人事件の容疑者となった母親の無実を晴らすミステリーです。
ポイント&クリック形式で怪しい場所を調べ、証拠品を集めて関係者の嘘を見抜いていきます。会話の中で相手の視線を観察し、動揺しているポイントを探る心理戦のようなシステムが特徴です。物語の語り手である作家と、主人公のジェニーの医師が工作するメタフィクション要素が深みを与えます。僕の名推理にかかればどんな難事件も一瞬で解決して犯人を捕まえちゃうのだ。その推理力を発揮するには、些細な違和感を見逃さない観察眼と、正しい選択肢を選ぶ慎重さが必要です。プレイヤーの選択によって物語の展開が変化し、時には作家の意図に逆らって真実を追求することもできます。作家が勝手に話を進めようとしても、僕が選んだ道で予想外の結末にしてやるのだ。絵本のようなキュートなアートスタイルですが、扱うテーマは重厚でサスペンス風な展開が待っています。シールを集めて手帳をデコレーションするような遊び心あふれる収集要素も用意されています。一本道のノベルゲームでは物足りず、自分で物語を動かしている感覚を味わいたい方におすすめです。僕こそが真の探偵だと証明して、街のみんなから尊敬の眼差しで見られるのだ。突きかけるエネルギーを燃料に、弾幕の嵐へ飛び込むアサルトアンドロイドガクタス、プラス 70% オフの594円。1月13日まで、本作は抽選を襲うロボット軍団を相手に、個性豊かなアンドロイドたちが戦う全方位シューティングです。左スティックで移動し右スティックで狙い撃つ操作で、画面を埋め尽くす大量の敵を殲滅します。最大の特徴はバッテリーシステムで、被弾しても死にませんが、時間経過でバッテリーが切れると敗北します。敵を倒してバッテリーを回収し続けないといけないため、常に攻め続けるアグレッシブなプレイが求められます。弾が無限にあるなら安心なのだ。遠くの安全な場所から隠れてこっそり撃ちまくるのだ。残念ながら逃げ回っているとバッテリーが尽きてしまうので、敵の群れに突っ込んで回収する必要があります。リスクを冒して前に出るほど生存率が上がるという、攻めの姿勢が報われるバランスが絶妙です。バッテリーが切れそうになったら、僕の怒りのフルバーストで敵を全滅させて回復するのだ。使用キャラごとに武器の性能が全く異なり、高火力の火炎放射や誘導ミサイルなどを使い分ける楽しさがあります。最大4人での協力プレイも可能で、処理落ち知らずの滑らかな動作が爽快感を後押しします。守りに入ると負ける緊張感と、圧倒的な火力で敵を溶かす快感を味わいたい方におすすめです。僕の背中は誰にも見せないのだ。止まらず撃ち続けて、宇宙最強のアンドロイドになるのだ。死すらも糧にして永遠の時間を駆け抜け、何度でも異なる世界で最強の王となる、サム・マエテルナ、80% オフの460円。1月13日まで、本作はメトロイドバニアの名作、エテルナのクティスの前日譚となる、ハイスピードなローグライクアクションです。不老不死の王となり、探索のたびに構造が変化する世界で、大量の敵をスタイリッシュになぎ倒します。最大の特徴はシードシステムで、種の発芽によって次の世界の難易度や報酬を自分で調整できます。僕は絶対に死にたくないから、一番簡単な世界を作って楽勝でクリアして祝いたいのだ。もちろん簡単な世界も作れますが、リスクの高い危険な世界ほど強力なラス装備が手に入ります。あえて呪われた環境を生み出し、己の出前と強力な武器でねじ伏せるのが王たる者の戦い方です。それなら、僕だけの最強の武器が出る世界を作って、誰よりも強くなって無双するのだ。手に入れた武器は品質や属性がランダムで付与されるため、ハクスラのような厳選の楽しさもあります。アクションの挙動は非常に軽快で、ダッシュや空中攻撃を駆使したスピーディーな戦闘が病みつきになります。高難易度アクションの歯応えと、自分好みの環境を作るカスタマイズ性を両立したい方におすすめです。何度やられても諦めないで、最強の王様として全宇宙に名を轟かせてやるのだ。持ち主不明のスマホに残された記録を覗き見し、テロリストの権利を探る背徳の調査、レプリカ、50% オフの249円。1月13日まで、本作は他人のスマートフォンを操作し、その持ち主がテロに関与している証拠を探すアドベンチャーです。プレイヤーは保安局に監禁された状態にあり、解放される条件として隣の独房にいる少年のスマホを解析します。SNS の履歴や写真フォルダ、通話記録などを漁り、パスワードを推測して隠された真実に迫ります。他人のプライバシーを暴く罪悪感と、管理社会の恐ろしさを疑似体験できる点がポイントです。人のスマホを勝手に見るなんてワクワクするのだ。恥ずかしい写真がないか隅々まで探すのだ。興味本位で覗くだけでなく、断片的な情報から持ち主の行動や人間関係を推理しなければなりません。見つけた情報を政府に報告して保身を図るか、それとも持ち主を助けるために画策するか、選択は自由です。僕は政府の言いなりになんてならないで、スマホの持ち主と協力してここから逃げ出すのだ。12種類ものマルチエンディングが用意されており、些細な行動が運命を大きく左右します。ドット絵のレトロな UI が雰囲気抜群で、短時間ながらも濃厚なサスペンスドラマを体験できます。ディストピアな世界観を好み、パズルを解くような感覚でミステリーを楽しみたい方におすすめです。僕のハッキング能力で全てのロックを解除して、隠された国家機密をばらまいてやるのだ。ロボットアニメの主人公となり、目まぐるしく変わる戦場を縦横無尽に駆け抜けるアスタブリード、80% オフの400円。1月13日まで、本作は異星文明の機械兵器と戦う、ドラマチックで疾走感あふれるロボットシューティングです。人型機動兵器を操り、ショットと斬撃を使い分けて、画面を埋め尽くす敵の大群を破壊します。最大の特徴はシームレスに変化する視点で、
中央スクロール、奥スクロールへと流れるように切り替わります。かっこいいロボットに乗れるなんて最高なのだ。ビームサーベルで敵を真っ二つにするのだ。その斬撃は攻撃だけでなく、敵の弾を消してエネルギーに変換する防御手段としても機能します。弾幕を剣で切り払いながら接近し、必殺の EX 攻撃を叩き込むという攻防一体のアクションが熱いです。敵の攻撃なんて僕には効かないのだ。真正面から突っ込んで華麗にエースパイロットになるのだ。フルボイスで展開するストーリーも評価が高く、戦闘中の熱い掛け合いが没入感を極限まで高めます。シューティング初心者でも楽しめる親切設定でありながら、上級者もなるスコア稼ぎの奥深さがあります。アニメの主人公になったような高揚感と、動かしているだけで気持ちいい爽快感を求めたい方におすすめです。僕の操縦テクニックと最強の機体で銀河の平和を守る伝説の英雄になるのだ。神様となって人間の運命を書き換え、バラバラだった物語をハッピーエンドへと導く、いる、素晴らしき世界、50% オフの740円。1月13日まで、本作は手紙として届く人々の悩みを解決し、運命を変えていく新感覚のアドベンチャーゲームです。プレイヤーは神様となり、手紙に書かれた文章の順序を入れ替えることで、出来事の結果を変化させます。オタクの青年、迷い猫、暗殺者など、全く無関係に見える人々の物語が、やがて複雑に交差していきます。テキストをパズルのように組み替えるシステムと、予想外の展開を見せる群像劇の完成度が圧倒的です。僕が神様ならみんなの願いを叶えてあげて、世界中から感謝されて崇められたいのだ。しかし、良かれと思って変えた運命が、他の誰かにとっては不幸な結果を招くこともあります。誰かを助ければ誰かが傷つくジレンマの中で、全員が幸せになるトゥルーエンドを探し出します。全員を幸せにするのは難しそうだけど、神様の僕が奇跡を起こして最高の結末にしてやるのだ。間違った選択をしてもバッドエンドの描写がユニークで面白く、あえて失敗してみたくなるのも魅力です。中国発のインディーゲームですが、翻訳の質が非常に高く、物語の世界に違和感なく入り込めます。小説を読むのが好きで、伏線がカチッとはまる瞬間のカタルシスを味わいたい方におすすめです。僕が紡いだ物語で世界を救って、やっぱり僕は天才的な神様だったと証明するのだ。今回は以上になります。個人的な一押しは、サブレス、戦闘などの派手さはありませんが、自分の足で世界地図を埋めていく冒険している感が素晴らしい名作です。僕はバラと椿で最強のおビンタを極めて、誰も逆らえないお嬢様を目指すのだ。今後も独自の視点で面白いゲームを紹介していくので、チャンネル登録と高評価をお願いします。紹介してほしいジャンルやみんなのおすすめゲームがあったらコメントで教えてほしいのだ。それでは、また次のゲームの世界でお会いしましょう。